日の動画はこのチェイサーのマフラーサウンドチェックプラス試乗もしちゃおうと。いきましょう、はい、これめちゃくちゃ乗り心地いいな。癖がないね。すげえスムーズに回る。ジェイシュ君こんにちは。今日は1月の10日、はい、時間は午後3時29分、気温は7度、寒いです。どんどん寒くなってますやっていきましょう。はい、前回の動画に続いてですね、今日は第2弾ですね。はい、前回の動画は、この動画から見てしまった方はぜひ第1弾から見ていただければと思います。はい、で今日はこの車の第2弾の動画ですね。はい、車両の概要は前回お伝えした通りなのですが、前回撮った動画は車の概要、内装とか外装とかエンジンルームとか内容をちょっとお話しさせてもらって、はい、今日の動画はこのチェイサーのマフラーサウンドチェックプラス、試乗もしちゃおうと、はい、そんな感じの動画になってます。そうは言っても、この動画から見た方のために、はい、うるせえよって感じだよねなんかそれっぽく言ってるけど早く本編に入れって感じでしょうけど、いきましょう。まず車の概要です。一応お伝えしておきましょう。はい、1997年式、平成9年3月登録のチェイサーツアラ V ですね。シフトは純正5速マニュアル、走行距離なんと73,700キロ、ワンオーナー、修復歴なし、もう言うこと文句一切なしという感じの車でございますね。はい、はい、で一応まだ今日現段階では販売してます。ちょっとこのホームページ上がるところに残っているかどうかはちょっとわからないんですが、ぜひ売れてたとしてもお付き合いいただければと思いますと。でもしチェイサーとか探していらっしゃるお客様がいらっしゃったら、一番早いのはインスタグラムですね。はい、公式インスタグラムのストーリーの方に新入庫車両が大体載っていますので、そちらのハイライトの方から確認いただければと思いますと。あとはホームページをちょこちょこ連絡してもらったり、直接お電話なりメールなりいただいたりとかっていう感じでいただければと思いますし、ちょうどねこれからのシーズンは逆に言うと買い取りですね。はい、買い取りの方がやっぱ自動車税きますから。で自動車税やっぱ古い車高いので、はい、そのタイミングでやっぱ売ろうかなっていうお客様増えるんですけれども、結構予約出張買い取りとか増えると思うので、もしご依頼があれば早めに行ってもらえればいいなと思いますという感じですね。はい、結構見てもらって分かる通り、もう在庫ほとんどないからさ、インプレッサーはもう売れちゃったからね。全部インプレッサー売れちゃった。で白残ってる。でシルバーの3人売れちゃった。シルビアが問い合わせちょこちょこ来てるでしょ。はい、で RX8 が明日商談でしょ。で110系のマーク2、はい、125万円ですからね、マーク2。あれはすごいですね。はい、めちゃめちゃ安いんで、まあ売れちゃうんじゃないかな。あとはまあ 32GTR があったり、はい、あと S15 のスペック S が入ってきたりとか、はい、あとはそこのクラウンは何だろうねっていうのがありますけど、あれはまだちょっと内緒なんですね。はい、っていう感じでやっていきましょう。はい、メインはこちらでございますから。じゃあですね、まずは恒例のマフラーサウンドチェックからいきますかね。はい、ちょっと前にずらしますね。はい、行きましょう。はい、でですね、一応この車はエンジンノーマル、タービンノーマル、駅前ノーマル、触媒ノーマルっていう感じです。はい、なんで基本的には触媒までノーマルになってて、はい、でリアマフラー、中間からリアですね。はい、これがGP スポーツのマフラーですね。エグザスエボチューンってやつですか。はい、っていうのが入ってますと。なので一応こんな感じで、結構ねこのマフラーね太鼓大きくて下にあるからさ、結構下すり要注意なのと、はい、あとこれちょっと見づらいんだけどね、こっちの奥にねちっちゃいサイレンサーがこう巻いてあるんですよね。はい、だから思いのほか出口の割にはアイドリングは静かという感じでございますね。であとはここのこれも結構ね錆びちゃって固着しちゃってるんであれですけど、ここのネジをこう内側4本上下止まってるんだけどね。はい、そうするとこのテールパイプがスライドするっていうのが特徴ですかね。なるほど。うん。はい、一応そんな感じでございます。焼け色はチタン色ですけど、まあ、素材はステンレスという感じですね。はい、じゃあ軽く踏んでいきますか。お願いします。はい。なんか見た目の割には静かでしょ。そうですね。そう。でもやっぱり 1J っていい音だよねっていう感じですね。はい、はい、
であとはやっぱ100系なので本当アクセルとそのワイヤー、ね、ですから、はい、アクセルのねレスポンスとマフラーサウンドのこのレスポンスがねすごくマッチするんですよね、はい、で強いて言うなら ETCS モニターですね、アミューズのがついてるのでスロットルの開閉はノーマルよりも上がってると思いますので、はい、その分良くなってる部分もあるかなとは思いますね、はい、じゃあヨッシー君そんなこんな極上のチェイサーですけれども、はい、試乗してみますか。せっかくナンバーもついてるし車検も残ってるしうちの会社の名義にももう変更済みなので7万3000何百キロの走りはどうなのか、はい、チェックしていきましょう。ナンバーを外してねいきますかね、はい、でやっぱスポーツカー買うときにさ、はい、横田基地の外人さんが道路の方から本当だ。ハロー。RX7? うん。Still I have. 行きましょう。はい。はい。OK ですか？はい。はい、行きましょう。はい。なんて言うんでしょう。この第2弾の動画はちょっと違和感がありますね。なんかちょっと明るいさっきより明るいさっきより明るいさっきより明るいよね。いや要はですね、さっきの動画のこれ続きになる1本の動画の中の続きになるわけだよね。そうです。そうだよね。はい。試乗編のね。はい。ただ残念ながら、急な仕事とかご来客とかでですねその日には取れず次の日になったという感じですね。なので明るいという感じでございます。午前中です。午前中、はい、フレッシュな気持ちでやっていきましょう、はい、よっとすごいゴリゴリゴリっとこれもさ、はい、LSE が入ってるのでこれは透明の LSE ですね、はい、が入ってるんで曲がるときにちょっとクックックってなりますけどね。なってましたね。そうお、なんだあれ箱スカ？いや箱スカじゃないの。どうですかヨッシーさん。そのさっきの LSD のところ以外は、はい、普通にしっかりした感じの足回りっていう、はい、そうですか。違和感ないです。違和感ないですか。はい、やっぱりでも中古車って走行距離に比例するよね。はい。やっぱねこれは7万3000キロですから、はい、痛みもやっぱ少ないなっていうのがこう走っててよく分かりますし、はい、エンジン音も静かだしタービンもしっかりもあるし、そこら辺はねやっぱ距離少ないのっていいけどあとは値段ですよね。新車価格当時がこれが330万ぐらいかそれを優に超えちゃってる中古車になりますから、はい、なかなかそこのバランスはちょっと難しいんですけれども7万キロ台めったにないですよね。そんなめったにないんだけどなんだろうねうちはさやっぱありがたいことに本当にいい車が集まるよね。特にチェイサーに関して言うと、はい、その買い取りでいただけてるっていうのがあるからですよね。もちろんね、20万キロ25万キロの車とかも全然買い取りで依頼来るんですけど、はい、やっぱその中でだって10万キロ切ってる車とかだって10万キロ切ってる車が、はい、多分ね1年間でね 4,5 台ぐらいは入ってくるかな。 4,5 台オーバーか3台ぐらいか。それはオートママニュアル含めてね。これもそうだし、はい、エキサイティングパッケージの5万キロ台のやつも入ってきたりとか、はい、あとマーク2のあれはシュークレキ車だったけどオートマで8万キロ台のが入ってきたりとかさ、はい、そういうのもあるからそうありがたいことにですねあるんですよ。でしかもですよ現状買い取りで何件かちょっとお話しいただいている中でも、はい、やっぱりね、5万キロ台の車のツアラ Vにもお話しいただいてたりとか、はい、あとは11万キロの乗せ替えのマニュアルかな、をもらってたりとか、はい、結構ここら辺もね話来てます。あとは27万キロのマーク2だったかな、はい、そうっていう感じでね、結構お話もらってるんで、はい、これが売れちゃったとしても、まだまだちょっとこう入ってくるんじゃないかなっていう兆しの車たちが待機してますから、
やっぱりね YouTube 出てから検討するっていうと毎度言いますけど、はい、結構もうちょっと遅くなっちゃってて、うちの場合だと最近ちょっとね売れるのがだいぶ早くなっちゃってますんで。そうですよね、先に売れちゃってるパターンがねちょっと多くて今気まずいんだよね気まずいんですよ、申し訳ないんですけど、ね、ちょっとこれはまた後で話しましょうか。はい、そう僕が抱えてる今ジレンマっていうのがありますんで、はい、おまけ動画でちょっと話せればって感じですかね。はい、はい、とにもかくにもこの市場ですよ。試乗する時、いきなりねエンジンは温まって水温が温まってたとしても、はい、ミッションオイルとかデフオイルとかそういうの温まってないですから、はい、エンジンが温まったからっつってブンって吹かすのは、ちょっと違うかなと思ってまして、はい、で今はもうだいぶ温まったと思いますんで、ちょっとずつ上げていきましょうかって感じなんですけど、いかんせんやっぱ日差しが強いからこの反射がすごいねそうなんですよ。見てわかる？はい、反射してますよ。前のね、そうそう、ダッシュボードがめっちゃ映っちゃっててちょっと見づらいもんな、なので安全運転でいきますが、この車はタービンとか、エンジンもちろんタービンノーマル、コンピューターもノーマルだからさ、はい、マフラーだけ入ってエアクリだけ入ってっていう感じですか。あとアミューズのあれですね ETCS モニターですね、はい、あれが入ってるのでスロットの開閉はノーマルよりかは多少いいんじゃないかなと思いますけど、じゃあちょっと加速してみますよ。急発進です。安全運転を心がけましょう。はい、安全運転します。そんな飛ばしてないんですけど癖がないね。すげえスムーズに回る。はい、ブレーキも邪道もないし足回りもしっかりしてるんですが、あれだね、サスペンション車高調がこれだいぶ乗り心地がいい。いやこれ僕でも分かります。分かるよね。めちゃくちゃ乗り心地いいです。 KTS の、はい、当時のね別ダンパーのタイプ、はい、別タンクっていうのか別タンっていうのタイプのやつなんだけれども、はい、これめちゃくちゃ乗り心地いいな。これすごい、よしでも分かるよね。なんか柔らかいんですかこれ。ちょっとでも、そうだね、確かにちょっと柔らかすぎ感はあるけど、街乗りだったらこれ相当快適だわ。快適ですね。いつもはねガチガチの車ばっかり乗ってますからね。なんかいつもと全然違う快適な試乗動画になってますよね。こんな感じだ。これは相当いいです。でやっぱりこういうセダン車ってさ、はい、一回俺も買い取りでなんだっけ京都から大阪だっけなから自走で500キロぐらい、はい、帰ってきたやつがあったけどさ、はい、やっぱねチェイサーって普通のセダンだから言っても、はい、シートも含めて乗り心地も含めて全然疲れないんだよね。だからやっぱ街乗りでも普通に乗れちゃうもんね。はい、ちょっとさ GTR とかもそうだし、はい、GTR はね言ってもスカイラインだけどさ、例えば RX7 とか、はい、スープラとか、ああいうもう完全スポーツカーみたいなポジションでこう低い姿勢でさ、はい、乗るとちょっと疲れちゃうじゃん。そうですね。はい、長距離は疲れますね。こんな感じですかね。はい。総評、車は走行距離相応のとても程度のいい落ち着いた車っていうんですか。そうですね。癖がない感じなんだけれども、何せ乗り心地がいい。これは単純にさすが柔らかいっていうのもあるけど、それ以上にやっぱ乗り心地が
そうは言ってもそんなに暴れないからね、はい、うん、いいんじゃないかな。 KTS のこの別タンクタイプの車高調ってまだ売ってるのかな。多分もう売ってないんじゃないかなと思うんですけどね。はい、まあそんな感じですか。はい、ちょっとなんか朝一だからあんまり舌が回ってないですが、頭が回ってないんだか舌が回ってないんだかあれですけど、まあそんな感じにしていきましょうか。はい、所詮僕たちのインプレッション動画なんてこんなもんですよじゃあお店に戻りましょう。はい、じゃあよし君お疲れ様でした。お疲れ様でした。試乗動画終わりまして2日にかけて試乗したとしましたね。っていうわけじゃないかまあ昨日の夕方ちょっと時間がなくなっちゃったんで、次の日またいでですね、はい、天気もよく気温も暖かく、はい、いい感じの試乗になりましたね。はい、はい、で改めましてですけれども、今日紹介させてもらったこちらの車はチェイサーですね、グレードは 2RV、1JZGT ターボエンジン搭載の車で、シフトは純正5速マニュアル、年式が平成9年1997年式の前期型で、走行距離は73,200キロというお車でしたと。でまあ修復歴もなしっていう形で、まあ言うことないよね。なんか文句のつけどころがどこもないかな。まあ外装ちょこっとね傷があったりとかそういうのはありますけれども、なぜ25年以上経ってる車ですから、まあこれだけ良ければもう満点なんじゃないかなと思いますと。でまあいつも何度も言ってますけれども、ちょっとどうしてもねやっぱ YouTube 上げる頃までに残ってる車があんまりない最近。よし君、はい、早くアップしてください。ヨッシー君の責任を俺は全部なすりつけるそうなんですよ。でこれがね、まあ試乗中にもちょっと話したジレンマの話がありましたよね。まあそれちょっとおまけ動画の中でやろうかな。ホームページ見ながらやりますけれども、そう一つ言えるのは、まあとはいえですよ、はい、残ってる車は残ってるんですよ。はい、1ヶ月前ぐらいに撮ったインプレッサとかシルビアとか、はい、スペカールとか、はい、あとはアレックス8ですね、はい、あそこら辺なんかはまだ残ってます。ありますあるんですよでもやっぱりその結構前とかに上げてる100系のチェイサーマーク2とかに関しては結構あっという間に売れてしまうっていう状態でありますと。はい、で要は今うちで何が起きてるかっていうと、例えばですよ、はい、この車をご覧いただくじゃないですか、はい、YouTube でね。でもやっぱ売れちゃってましたと。まあ他の車でもいいけど、で売れちゃってたお客さんたちが、まあ、何か入ったら教えてくださいとか、あとやっぱホームページ、インスタグラム、まあ、これをきっかけで結構ずっとチェックしてもらってまして、はい、でうちで言うとインスタグラムのストーリーIT 音痴だからねがでも一番早いですね。はい、あそこのカミングスーンっていうところに大体買い取りした車がちょこって乗ってたりとか、はい、オークションで買った車がちょこって乗ってたりとかしてまして、だからそこから見てもらうのが多分一番早いんじゃないかなと思いますね。はい、であとはやっぱりこのタイミング2月3月までのタイミングでやっぱ自動車税の絡みがありますので、はい、買い取りの案件結構実はね今いただいてる最中なんですよ。はい、でその中にチェイサーとあとマーク2、さっきもちょっと話したけれども買い取り何件か入ってますんで、はい、もし興味ある人は、お問い合わせいただければと思います。これぶっちゃけ値段安くないんで、多分420万とか30万とか、はい、多分それぐらいのプライスになると思うので、はい、全然安くはないので、はい、もっと安いのを探してるっていう方なんかは、まあ、お問い合わせいただければ、なんかハマるのがあればねいいんじゃないかなと思います。そんな感じですか。はい、なんかご質問ありますか。おまけ動画でいいですか。次もいっちゃって。おまけ動画で。おまけ動画ね。はい、了解です。じゃあそこはちょっと中でやりましょう。はい、じゃあまた次回も引き続きよろしくお願いします。本日はご視聴ありがとうございました。はい、よし君、おまけ動画ですね。おまけ動画。おまけ動画ですね。はい。そうなんですよ。何この言い訳じみたおまけ動画叩かれそうだよね。そううちで今何が起きてるかっていうと、まあホームページがありますよね。はい、今このチェイサーマーク2これから入ってくるのセブンはまあほぼ売れちゃってるんだけどさ、インプがあってアレックス8シルビアインプレッサーってあって、まあここら辺はもう売れちゃったやつって感じなんですけど、はい、これしか在庫ないんですよ。少ないですね。めちゃくちゃ少ない。1234567台違う6台か。セブンが売れたとしたら6台しかないんですよ。少ないってことになっちゃってますと。はい、で一時って多分15台から20台ぐらいあったんですよね。ありましたよね。あったんですよ。なんですけど、まあこんな状態ですと。でさらにその上でどんどんこうご制約が入っちゃってるような感じで、はい、ホームページに載ってかない車が多くなっちゃってて、だから、優先順位としてはとにかくそのホームページに
上げたいんですよ車をじゃないと車売ってない車屋さんになっちゃうから。そうです、そうだとにもかくにも入った車はまずはまあインスタとかでその入庫情報を発信するのはもちろんなんですけれども、はい、とにもかくにもホームページにプライスを貼って車を並べたいっていうのが第一優先にありますと、はい、だからそれはさほぼ俺の仕事なわけじゃん、はい、なんで、そこをその一番早くやるわけですよね、はい、そうで、その後にまあ言っても速攻アップしてからだいたい1日2日ぐらいでだいたいヨッシーとね撮影はしてるかな、もうちょっとかな、5日ぐらいかな、まあ長くてもその翌週には多分撮影はしてるんだよね、はい、そうでそこからあとはやっぱりアップするタイミングと編集のタイミングがありますからね、はい、まあこれは多少タイムラグがあってしょうがないですけどね、はい、まあでもいずれにしてもそのホームページインスタにアップしてからホームページアップするまで歌集なりかけたりダメなとこ直したりとかさいろいろやってるとやっぱり2週間から1ヶ月ぐらいかかっちゃうわけで、はい、長い車だと2ヶ月はかかるからさ、はい、でホームページいよいよポンって上がりましたと。でこれを見たお客様が、まあ、次の日次の次の日ぐらいにお問い合わせ来てもうその次の日とかに来て買っちゃうケースとかが結構多いので、はい、まあ、そうするとまあなかなか YouTube に上がる時に残ってる車は結構少なくなっちゃってるかなっていう嬉しい悩みといいますか悲しい悩みといいますか、だから YouTube しか見てない方とかだとんだよみたいな感じになっちゃうのはちょっと大変申し訳ないんですけれども、一応実情としてはそんな感じでございますと。はい、で、あからさまにもう売れちゃってる車に関しては何台かねあったんだけど、それはもう今日さあれさっきヨシいたっけ32のスカイラインセダンあったじゃん、の世界のさ、はい、ありました。そうあれなんかは逆に言うと撮影してる最中にお客さんが見に来ちゃってもう買っちゃったみたいなホームページ上のねもうこれで買いますって買っちゃってるような状態ですので、はい、そうするとじゃあそれをホームページにアップしてもあれだしそれこそ YouTube 撮ってもあれだしっていうのは分かってますので、はい、まああからさまにこう売れちゃってるのが決まってるのはね基本載せないようにはしてるんですけどね、はい、まあやっぱ撮ったものはちょっと載せたいからねっていうのはありますし、はい、まあその中でちょっと小ネタが拙い知識ながら挟めれば多少こう中古車購入のなんだろうな材料になってくれればいいなと思ってるので、はい、まあそんな感じで、できればと思いますと。ただですね私年初に毎年年初にブログを書いてまして、はい、今年の目標の一ついろんなやりたいことはあるんですけれども今年の目標の一つにはYouTube のアップの速度を上げるっていうのを一つ目標に掲げてますので、はい、アップの速度とあと頻度を多くしようというのですね。はい、はい、なんでヨッシー君とあと新メンバーをもう一人加えようか加えないかというところでね、はい、やってますよね。やってます。やってますよね。はい、はい、っていう感じで、できればと思いますので引き続き温かい目で見守っていただければと思います。はい、ありがとうございました。2002年式の S15 シルビアスペック S、シフトは純正5速マニュアル、アルミホイルはワークのエモーションの17だったかな。この車はやっぱりねその走行距離を感じさせないこの内装の綺麗さ、これもまた綺麗でしょ。綺麗ですね。